発売日。発売日。いただきます。なんか赤いの入ってた。唐辛子じゃないの？ミックス。うまい。ヤミ。チキンラーメンみたいな。いつもと違う味。もういつもになった。毎日フォー食べてるもんね、言うて。うまいです。バインミーのパンサクサクだよね。夜食してる子とかって海外来たりしとるんかな？よく見るやん。インスタで？インスタでよく。有名な子じゃなくて。でも夜してる子って旅行好きですとか言って旅行行っとる子だって結構多いと思う。金あるからね。そうやね。時間あるし、時間はあれやけど。時間と金あったらやることってもうさ、旅行ぐらいしかなくない？あと何？大体旅行にならん？旅行ぐらいですかね。じゃあ余裕がある人は旅行するのか。まあ余裕なかったらできないのはわかるんやけど、今やからね。夏希は他にどっか行ってみたいとかあるの？ハワイ。ハワイ？なんで？綺麗そう。海？海綺麗よ。人はあったかそう。めっちゃ親日。真珠湾？日本語喋れるんだよね、あそこも。すごい。すごい。観光地。私もハワイまた行きたいかも。10年前に初めて行ったのがハワイ。だから、あんま覚えてなくて、久々行きたい。あんま覚えてないって、もう10年経ったから。びっくりした。ごめん。なあ、センキュー。勢いはよかったよ。すごい。びっくりした。やばいやばい。トロッコとめっちゃ売ってる。偽物よ。でもアメリカ行ってみたいかもしれんな。でもなんかニューヨークとかじゃなくて、カリフォルニアあたりでまったりしたい。あんまり都会に興味がない。ここも都会なんかもしれんけど、ここの中では。だからシドニーとか行かなかったし、そんな都会興味ないよね。ニューヨークとか興味ある。カウントダウン。年末年始のカウントダウン。楽しそう。あれなんかすごいらしい。それ面白いですよ。めっちゃ人混みやねん。確かに。一回してみたいかも。お正月いつもどっか行く？大体実家。でもね。実家に帰る。私も何もしないな。初詣すら行かなくなっちゃったわ。でも話戻すけど、私手羽城の時に海外は行ったことなくて、沖縄友達と行ってた。稼いでる額によると思うけど、これ結局使っちゃったらさ、貯金残んないじゃん。みんな貯金してるんかな、そもそも。なんかしてなさそうじゃん。私働いとって、なんかみんなしてなさそうと思った。全部使ってるみたいな。夜の仕事なんやかんや出費かかるよ。自制すれば。自制するしかないじゃない。自制しなきゃったら、誘いとか断らんかったら、出るし、じゃない？飲み代とか。断れば。断ればいける。そう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 。でもなんやドレス代とかさ。そんなかかるドレス代？そんな。高いやん、ドレス。高いけど、そんなさ、貯金できないほど使わんやろ。みんな一番出てっとんは、飲み代とか、あと一番でかいのがブランド物と思うけど。私も、金銭感覚おかしくなるんかなみたいな、最初やる前思ってたんやけど、それは絶対なったら本末転倒だと思って。私はなんか、やりたいことないけど、将来は、なんか自分で事業したいな。だから、とりあえず、今できることお金貯めるか、みたいな。っていう意思しかなかったから、出てくのが結構ストレスで、めっちゃ節約生活してた。信じられんぐらい節約生活してたと思う。そしたらお客さんにはそんなこと言わんけど、そんな節約生活しとる女を指名したくないだろうから。どのレベルの節約？納豆とか、ヨーグルトとかしか食べない。で、同伴でめっちゃ食べる。で、同伴行って持ち帰りできるやん。絶対持ち帰りすんの。で、次の日のご飯にする。同伴で持ち帰る？今キャバ嬢してないから言えるけど、で同伴の時に持ち帰っとけば明日のご飯にできる。あと、明日は行ったらさ、そういう時になんか買わせたりして、次の日のご飯にしたりしてた。フリーでも何でも。もうフリーでハフター行けたらあっちもラッキーやん。こいつ絶対婚客だなと思ってもご飯代にできればこっちは得だから。あと一時期はシェアハウス住んでて、家賃がほんと安くて、4、5万とかで。でもなんかさ、家聞こえようとするやつとかおるやん。そもそもシェアハウス住んどるとかバレたら微妙やから、もう絶対もうバレないようにして、一人暮らしだよーとかやって適当なこと言って、やってた。めっちゃ節約してた。
誰と？なんかシェアハウスのサイトから知らん人とシェアハウスできるのよ。契約してさ、ちゃんと。日本人。うん。日本で安い。ラビア？即日で入れる。入居。あと私が愛用してたのが、松屋。松屋って味噌汁ついてくるのよ。当時、290円だったと思うんだけど、50円引きの券が LINE 追加してから来るんよ。そしたら240円になるじゃん。持ち帰りにしたら味噌汁ついてこんから、豚汁に変更するんよ。そしたら豚汁が120円か140円ぐらい。覚えてるもん、何回も頼んでるから。400円かかんないぐらい。で、豚汁とミニ牛丼を買ってご飯にしてる。で、頻繁に？めっちゃ頻繁に。帰りの、あれあるじゃん。送りの時に、松屋寄ってって言って、やってた。節約うまいな。うまいとかじゃなくない？うまいとかじゃないでしょ。そんな考えにならんけど。だってお金もったいないっていうか、何のために働いてるんかわからんくならん？夏希も働いたことあるんですけど、なんか私夜したことある友達しかおらんかもしれん、今思えば。だから今思ったけど。全然普通にやったことあるぐらいならやりがちか。ブランド物欲しいとかで夜の仕事してブランド物買うとかやったらそれはそれでね、自分の目標に達成するわけやから。目的が違うもん。目的本当はあったのに忘れてるんじゃなくて。それはあると。夏希は忘れかけた時あった？そもそも目的とか思わんと働いてる。目的そもそもなかったってこと？昼やりたいこともないし、夜働けるんだから夜も稼げるし、興味なかったわけじゃなかったから夜の仕事に対して目的というよりかは興味でやった。そしたらいつでも昼戻ってもいいやみたいな感じか。なるほどね。出口としてはもう普通にさ、じゃあ昼戻りますって人って見たことないんだけど、ママになるとかその道で行くが1でしょ。バーとか夜の店で行きますが1で、2に水揚げ、結婚しますとか、3になんか事業しますじゃない？昼食戻れる人見たことない。普通の OL とかどこに生息する？見たことないんやけど。無理やろね。おるんかな？ No, thank you. おる。やっぱ結構子供できた。普通のお昼っていうのは確かによっぽどじゃない？なんかお客さんに誘われてやるとか。秘書的な？なるほどね。夏希はどこの出口が一番出たいとかない？目的もないし、ない。私は、やっぱ夜やっていろんな人見るやん。これになりたくないとかあるやん。で一番嫌やったんは、もう、そいつに何の価値もないのに、やる気もないし、干されるのを待つだけっていうか。わかる？やる気もないし、売り上げもなくて、店に必要とされてないのに、ただプライドだけが先行してて、謙虚さもない。年齢ももう28とか30。手前のね。28とか一番やばいから。なんかひねくれ始めてんの。めっちゃひねくれ始めてない？なんか、見下してマウント取るしかもう生きる脳がないやつにはなりたくなかったけど。ついな。それちょっと本当にちょっとひどすぎるけど、自分が一番なる可能性高いなと思ったのは、結局もう何やってもうまくいかずに夜に戻ってしまうっていう。それで夜に戻って、その出口どこに行くんやろみたいな。最終どこ行くんやろみたいな。昼とか戻るんかな。でも昼に戻るの苦痛やなと思ったね。嫌やな。私にはできると思えんかったな。違うきつさあるよ。そう。別に周りから見て全然きつくないんやけど、自分がきつい。なりたくなかったし、私キャバ嬢向いてなくて自分で思ったから、絶対続けれんし、貯金するしか脳がねえと思ってる。それしかもう私には脳がない。なんか、この道でいけるわっていう実績があるとか、もう勘違いしてるやつはいけるんやけど、一生そこに居座るつもりだから。でも私は、現実も見とるし、客観視して自分を、もう無理やって思って、もう貯金しか選択肢なかったんよ。あ、もうその間に気づいて、ちょっと一緒だよ。そう。ずっと。最低限というか、自分の最大を。学費返した？学費まで払ってる。でしょ？奨学金や。払ってる。私全部払ったんよ。23で。キャバ嬢やるメリットってもう金しかねえと思って、学費全部払って、貯金して、家賃払ってで、頑張って貯金残して、それが私の生きがいだったの。達成感で。めっちゃ嬉しかった。だって学費23、4で返しとるやつおらん、周りに。1ヶ月4万とか返してて。だから、
3年4年で返したんかな。何にもだからお金使ってない。服とか、そうやろな。まあドレスとか買っとったよ。うん1万とかそうだね3万とかするやつ。でももう最低限のローテーションみたいな。一応いいやつ買ってないよ。いいやつ買ってローテーション。それもビジネス志向でだよ。そこにケチっとったらアホやから。一応、ビトンのバッグをつけて、一応その出勤の時はちゃんとしとった。でも、最低限のやつ。最低限のやつ。最低限装備。うん、最低限装備。最低限装備あればいいと思う。一旦、一個あればいいと。はい、最低限装備をやっておりました。最低限あ、ちょっとね、賢くない。なかなか夜人ってならんのよね。みんなならんのよ。やっぱりこう周りがいいもんとか見つけたり、やったりいいとこご飯行ったりとかね。でもバカにされとってよ、私店で。そう。こういうバカにまあその嫌なやつがおって、祇園で働いとったのね。じゃあもう、バカにしてくる。何そのバッグ。ウケる。わざわざ出てくる。やばくないえ、その服なんなんどこで買ったんやばくないマジこれだから。それと干されたからしかも。あの人と一緒に送り出さないでくださいみたいな。NG めっちゃ出されとって。同席も嫌だみたいな。マジで怒って帰ってくんの。車降りて。まあ、絶対同じ車しないでください。もう嫌です。何があったんって聞いたら、めっちゃなんか嫌味ずっと言ってきたみたいな。送りの。みんなにも対してそういう感じなんや。やろうね。綺麗な人やけどね、顔は。京都人。超京都人で。顔は綺麗やけど、まあ、顔は綺麗やと思う。中身がプライドがあれなんかな。やっぱり。バカにされとった。何そのバッグ上から見る感じ。これ可愛いと思って買ったんあ、はい、みたいな。こんなトゲトゲしかないから私、そうなんですよ、みたいなやっとったよ。食べかけくんなと思って、キッチンにおったりしたら、あ、やばい俺、いかんとこ。めっちゃそれやっとった。これパサパサやけど食べるいらん。いらん。胸肉。パサパサ。うん。いや、ほんとたまに夜食、なんかアルバイトで行きたいなとか、アルバイトでやってもいいかなとか思うんやけど、やっぱり稼げるし、コスパが、タイムパフォーマンスめっちゃいいから、まあ稼げる。でも、そういう人に出会った時のダメージがでかすぎて、出会いたくないから、ダメージじゃん、ほんとに。精神的。やばい。だって怖いやん。怖い。みんな怖いとか。でも夏希すごいよね。夜やっとってなんかこのふわーっとした感じを保っとるの。だいたい夜行ったらさ、1週間もおればもうギラッと変わっちゃうから、目が死ぬ。だいたいキャバクラのボーイの目って死んでない死んどるし、からない感じ。Thank you。ほら、このおばあちゃんの方が目輝いとる。で、今目見たもん。輝いとくかな思って。目が全然違う。それ目死んどる人と喋りたくないからさ、なんかそういう環境におったら自分がダメになっちゃうかなと思って、そういう環境に行きたくないから今頑張ってるのはあるかもしれん。夜食を否定してるというか、なんだろう、もう構造を否定してる私は。そう、表面上で否定しとるわけじゃなくて、夜食なんてカスだみたいな話じゃなくて、構造がちょっときついよね。プライド高くならんといけんし、見え張らんといけんし、じゃないと傷つくんよ自分が。やっていかれへんよ。やっていかれへんよ。だから見えを高く保つ、見えを張るのが大正解。大正解の世界やから、全然向いてない。そうだってすごいね。プライドを高く、見え高くやっていかない。もうふわふわしててすごい。いふわふわしてる。や、ちょっと悪い意味じゃないよ。でも夜私出勤した時こんな感じじゃないから。いや、それはそうよ。これで言ったら結構やばい。でも、デフォになるやん。そのギラギラがデフォになるのになってない。確かに。なってないと思ってて。お前染まってないなって。なんでなのなんか別に染まりたいと思ってない。自分自身が。すごいね。染まらんと、うん。上は目指せんし、そこで戦い続けるなら。だからもう一生やりたくないからってこと。電池切れた。香港が沖縄。行こうよって言った。そう。したら、ごめんね。言ったよ。覚えてないか。で、言われた、LINE で言って、で、帰ってきたのが、稼げんやろって来て。でも私が言いたかったのは、稼げるから行こうじゃなくて、なんか旅行しながら、あ、なんか覚えてみたいな、っていうニュアンスで言ってたから、それ稼げんやろってできて、分かったってみたいな感じで終わらしたと思う。なんか、ああ、そうだね、みたいな。で、稼げるとかじゃなくて、そうそのお金で旅行できたらいいなぐらいのスタンスで、もう、プラマイゼロか、みたいな。そう。そうやね。私それ言ったわ。そんなん行っても稼げんやろ。そう。ニュアンスがそれだったから、あ、止まったんかなみたいな。思ったんや。あったわ。真相はどうなの？いや、ほんまに思っとったと思う。真相？その何？
ギラっとったってこと？でもその時も仕事やっとったと思う。その時夜やっとって。そう、やっとった。やっとって今の月のお給料もらってるのを休んで、それやったら今のまま働くの取りたいなとかやっとった。働くの取りたいって？ああ、はい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 。そう。沖縄とかリゾートキャバクラでその稼いだお金で旅行して遊ぶよりも今の店で稼ぐを取りたかった。楽しかったじゃないその時。そう。普通に単純になるほどね。別にそれいいかなみたいな。まあ稼げるんやったらはいはいいいけどはい。みたいな。なるほどね。学学とかももう何分の1かもなると思うから旅行も興味ない。あんまそこまで行きたいってなってなかったから。だけギラついたわけでもなく。分からんやん自分でギラついとるかギラついてないか。ええ別に全然ギラついてないから。過去を思い返したら、まあギラついて、まあちゃんとやっとる時はそらギラついてる今よりはね。夜やっとったらな。出口考えていった方がいいと思うみんな。出口考えた方がいいよね。出口考えた方がいいと思う。痛いもんな。考えてないと。ずるずる行ってしまって結局年も取ってって行き当たりばったりでも、行き当たりばったりでどうにもならなくなってくるもんね。昼働くっていう生活の質も下げれんし、プライドも下げれんし、自分は価値があるって勘違いしたまま、ちょっとずつ相手にされていかなくなって、やっとほんまに必要とされんくなって気づく。いくつそれ ?35。めっちゃ遅いよな。後戻りできんしみたいな。時間も戻ってこんし。妥協するか、行動して成功を得るかしかないんじゃない？どっちか。どっちもできないんだったら終わり。楽なんは妥協かも。早い。まあこんなこと言ったってね、もしキャバ嬢の人とかおっても何にも響かんのやろうけど、だってやる人は勝手にやっとるかな。まあ世の中港区女子とかキャバ嬢とかそんなんだわって話よ。港区女子の方がまだ優秀かもしれん。行動にはしとるし。だから楽になますことがないか、別に。生態が長すぎてわからん。いや、キャバ嬢とまた違うか、言うて。ちゃんと働いとるのは偉いと思うし、やっぱキャバ嬢も一応仕事をしとるわけやから、それは偉いよ、もちろん。仕事としてやってるよ。偉い。それは偉いわ。私はもう絶対一生キャバ嬢できないからね。こんなん、公認不倫とか言って、誰も指名しないやろ、私のことなんて。そんな公に出て。ゲテモノキャバ嬢の、お店があったら行くわ。訳ありキャバ嬢としてなら。それからもうちょっと好感度上がって、一日キャバ嬢みたいなので、やるか。ユッキーナが沖縄でキャバ嬢したの見たわな。見た？でもあれテレビのなんかの番組やろ。はい、元キャバ嬢のベトナム旅行でした。元キャバ嬢って言ったら、ほんまですかみたいな言われるけど、わかる？ぽくないもん。女子大生系のキャバだったらいけそうじゃない？純粋系みたいな。じゃあ純粋じゃないから中身が終わった。終わった。ダメ。ダメです。締めるとすると、考えて働いた方がいいんじゃない？考えて働いた方がいいんじゃない？うぜ。いい感じ。食べ終わってる。中身でキャバ嬢に全然関係ないスープだけ。スープ